私の誕生日。夫の部下の一人がロシア語で彼に囁いた。サーシャが今夜サプライズを用意しているそうです。夫はケーキを切り分け終えると私に微笑みかけた。そして同じロシア語で答える。あの娘はベッドでかなりの技を持っている。後で会うつもりだ。奥様にバレないようにしろよ。さもないと俺が追い出されちまう。周りの者たちは笑い、口は固いと受け合った。彼らは誰一人として、私が幼い頃から複数言語に堪能だとは知らない。さらに、彼らが知らなかったのは、私が偽装引き出しに隠された彼の予備携帯を見つけていたことだ。そこには、夫とサーシャの卑猥な動画がすべて保存されていた。私は詰問したりはしなかった。代わりに、ベガス家に残った数少ないコネを使い、新しい身分を準備するよう手配した。3日後、クレアベガはこの世から消え、彼が私を再び手にすることは永遠にない。第1章。私の誕生日パーティーで、夫であるマフィア一家の後継者、トニー・ガンビーノに、ある部下がロシア語で笑きながら言った。さあ、サーシャが今夜サプライズをご用意しています。楽しい時間をお過ごしくださいね。トニーはちょうど切り分けたケーキを私に手渡し、誕生日を祝ってから、ロシア語で彼に返事をした。あの娘はベッドでいつもテレンテクダを浪してくる。抵抗しがたいな。今夜会うつもりだ。奥様にバレないようにしろよ。さもないと俺が追い出されちまう。部下は私が何も知る由がないとトニーに受け合った。その時、私の食欲は消え、ケーキを脇に置いた。私が食べていないのに気づくと、トニーは少し身を乗り出し、温かい息が私の耳をかすめた。どうして食べないの？気に入らないのかい？彼の目には心配そうな色が浮かんでいたが、私に感じられたのは吐き気だけだった。ついさっき部下たちと他の女のベッドテクを話していた同じ男が、今は優しく献身的に振る舞っている。ほとんど現実離れしていた。私は彼の仮面の幾重もの層を剥ぎ取り、どれほど不実な男なのか知りたいと思った。なんでもない。ただ、あなたたち二人が何をあんなに真剣に話していたのか気になっただけよ。トニーは私の鼻先を軽く叩き、溺愛するように微笑んだ。港の貨物の話だよ。詳細で君を怖がらせたくなかったから言葉を変えたんだ。彼は忘れているようだった。私の実家、ベガス家が没落する前、我々のビジネスは国際的だったのだ。だから私は複数言語に囲まれて育ったのである。ロシア語は理解できるだけでなく、流暢に話せるのだ。もうそこにいたくなくなり、私は腰に回した彼の手を押しのけた。あなたたちは続けて。私は庭で少し空気を吸ってくる。そう言って、彼の返事を待たずに立ち去った。途中、賓客や使用人たちが丁寧に挨拶をした。私が通り過ぎるとすぐに彼らの声は低くなった。ガンビーノ夫人だわ。なんて人生を送っているのかしら。あの時の結婚式は世紀の挙式で、ヨーロッパの主要なマフィア一家がすべて出席したんだって。誕生日パーティーはいつも豪華ね。何年も経つのに、まだあんなに愛し合っているように振る舞っている。本当に羨ましい。そうでしょう？どんな女性が彼女のような生活を望まないっていうの？以前ならこれを聞いて甘い気持ちになっていただろう。今では一言一言が鋭く突き刺さるように感じられた。誰も知らない。私を最も愛していると言われるその男がすでに私を裏切っているのだと。先月、私は偶然彼の書斎の隠しスペースにあった隠し携帯を見つけた。パスワードがかかっていなかったので開けてみると、ギャラリーはサーシャ・アーデンという名の女性の写真と動画でいっぱいだった。それは彼女とトニーの
世界中の様々な角度、部屋、ホテルで撮られた親密な写真や動画ばかりだった。私は耐えられなかった。ある動画で、トニーは彼女の顎を掴んで笑いながら言っていた。君の方がずっと刺激的だ。家のあの硬い人形よりずっとね。硬い人形。そうか、私は彼にとってはそれだけの存在だったのだ。私は何も動かさず、携帯電話を元の場所に正確に戻した。そして、ベガス家に残された数少ないコネを使い、脱出の準備を始めた。携帯の着信音で、私は現在に引き戻された。お嬢様、新しい身元とスイスの口座は有効化されました。3日後のフライト情報はメールでお送りしました。私の家族については私は言いかけたが、言葉が止まった。5年前、私の家族が虐殺された後、トニーが私を救い、私の唯一の家族となった。今、彼は自ら私を自分の人生から消し去ろうとしている。ここでの私の痕跡をすべて消去してください。相手方に一瞬ためらいがあった。お嬢様、本当によろしいですか？一度消去してしまえば、クレア・ベガという人物の痕跡は何も残りません。ガンビーノ様が抑制を失い、お嬢様を探そうとされでもしたら。私は静かに乾いた笑いを漏らした。彼は私を探したりしない。何しろ、もう私に飽きているのだから。承知いたしました。手配いたします。お気をつけて。電話がちょうど切れたとき、影が私にかかった。誰がお前を探したりしないんだ？第2章。振り返ると、トニーの探るような視線に出くわした。私は冷静に携帯電話を下ろした。遠縁の姪が彼氏に裏切られたのよ。トニーは私の顔をじっと観察した。何も異常がないと確認して、ようやく彼は安心した様子で、そして私を抱き寄せ、顎を私の頭の上に乗せた。クレア、心配するな。私は最高の夫になる。君を失望させることは絶対にない。私は彼の頑丈な胸によりかかり、よく知っているはずなのに、とても疎遠に感じられる鼓動を聞いた。声を潜めて尋ねた。もしもいつかあなたが私を裏切ったら？トニーの腕が瞬時に強く締め付けられ、骨が折れそうなほどだった。もしもなんてない彼の声は強固だった。私が愛しているのは君だけだ。もしもの話を私は譲らずに繰り返した。彼は沈黙した。温かい息が私の耳にかかり、優しい残酷さを帯びていた。それなら私を罰してくれ。地の果てまで君を探させて、それでも決して君を見つけられないようにするんだ。クレア、君は私の唯一の弱点だ。私の命綱なんだ。君なしでどうやって生きていけと言うんだ？私は笑った。しかし、その笑いは目まで届いていなかった。さて、トニーへの罰はすでに始まっている。3日後、私は彼に愛願させ、彼は完全にその命を失うことになる。ちょうどその時、澄んだ甘い女性の声がした。ガンビーノ様、ご依頼のものは準備が整いました。サーシャだ。私のいわゆる個人アシスタントであり、トニーの新しいお気に入りのおもちゃである。彼女は給仕の制服を着て、トレイを持ち、少し離れたところにうやうやしく立っていた。その姿勢は控えめで職業的であり、トニーが先ほど話していたベッドで野生的な魅力とは全く異なっていた。トニーは彼女に軽くうなずくだけですぐに追い払った。彼らがいかにシームレスに連携しているかを見て、私はただ嫌悪を感じた。マフィアの後継者とその愛人。彼らほどの優れた演技力があれば、芸能界に進出しなくて残念なほどだ。あの隠し形態がなければ、私は死ぬ日までおとぎ話のような生活を送っていると信じていたかもしれない。トニーは突然、
手のひらで私の目を覆い、声を低くして囁くように言った。クレア、目を閉じて。誕生日のサプライズが来るよ。543。最後の数字がこぼれ落ちたとき、彼は手を離した。花火もバラもなかった。代わりに、彼が最も信頼する側近の一人が片膝をつき、ビロードの箱を両手で差し出していた。中には銀色のブローニング拳銃が収められており、小さなダイヤが散りばめられ、光の下で冷たく明るくきらめいていた。トニーは後ろから私を抱き、私の手を導いて拳銃を持ち上げさせた。クレア、今日から君は私の権力を共有する。この銃は君のコツだ。もし誰かが君を侮辱したら、これで殺せ。私は銃に目を落とし、少しぼんやりした。5年前、彼は温かいミルクのカップを手渡しながら同じように私を抱き、永遠に私を守ると言った。今、彼は私に銃を渡し、権力を共有すると言っている。トニーは私の体を向き直らせ、深い愛情を込めて見つめた。キスをしようとしたちょうどその時、彼の携帯電話が鳴った。彼は顔を曇らせ、目にカッとするような色が走った。今夜は邪魔するなと言っておいた。しかし、画面を見た瞬間、彼の表情は一瞬凍りついた。私は眼角で発信者 ID をちらりと見た。名前はなく、ただ明るく目立つハートのマークがあった。トニーは軽く咳払いをし、何も言わずに画面を消したが、指はポケットの中で何かをタップしていた。私は彼の目に一瞬よぎった欲望の火花を明確に見た。なんて当然なことか。彼が再顔を上げたとき、表情は後悔でいっぱいだった。クレア、すまない。君の誕生日だというのに、僕は君と一緒にいるべきなのは分かっている。だが、一族に緊急の用事ができて、彼の拙い言い訳をもう聞きたくなくて、私は遮った。生きなよ。仕事が大事だから。トニーは明らかに安堵した。普段なら去る前に深くキスをするところだが、今回は額に軽くキスしただけで、大股で去っていった。私はその場に立ち、彼の背中が廊下の向こうに消えるのを見届けた。そして振り返り、別荘の監視室に向かって歩き出した。第3章。監視室の中では、数十の画面が別荘のあらゆる部分を映し出していた。私は素早く地下駐車場の映像を呼び出した。トニーの車は敷地から全く出ておらず、代わりに最も隠れた角落ちに止まっていた。ドアが開き、サーシャの姿が車内に滑り込んだ。彼女は直接トニーの膝の上にまたがり、首に腕を回し、赤い唇を寄せて彼の耳元で何か囁いた。トニーの顔には否定しがたい欲望が浮かんでいた。彼は彼女の顎をつかみ、激しくキスした。何も聞こえなかったが、彼らの動作の激しさが全てを物語っていた。車の窓がゆっくりと上がり、視界は遮られたが、すぐに微妙でリズミカルな車体の揺れが始まった。私は冷たい椅子に寄りかかった。私の心は締め付けられるように痛み、鋭い痛みに息もできないほどだった。もちろんすでに知ってはいた。しかし、この目で見ることは生身を剥がされるようなものだった。初めて会った頃、トニーは重度の潔癖症で、決して誰にも自分の車を触れさせなかった。助手席は永遠に私だけのものだと言っていた。今、彼は別の女が車内で彼の膝の上に無遠慮に乗り込むのを許している。彼は彼女をそんなに愛しているのか？かつて誓ったすべてのルールを破るほどに？私は目を閉じ、無理に平静を装った。あと3日よ、クレア。あと3日だけ耐えれば、あなたは自由なのよ。私はパーティーには戻らず、直接寝室へ向かった。真夜中、ドアが開く音で私は目が覚めた。トニーは酒と冷気の匂いをまとって入ってきた。
ベッドにいる私を見て、彼の肩の力が抜けた。クレア、どうしてそんなに早く戻ってきたんだ？用事を済ませてホールに戻ったけど、君が見つからなくて。敷地中をひっくり返しそうになったんだぞ。私はナイトスタンドの時計を見た午前4時だった。彼とサーシャはあの車中で7時間も一緒にいて、やっと私のことを思い出したのか。バカバカしい。疲れてたから寝たの。言い忘れてたわ。嘘も十分に繰り返せば自然に聞こえるようになるものだ。トニーは動揺しているように見えた。彼はコートを脱ぎ、ベッドに入り、私をきつく抱きしめた。まるで私を自分に融合させようとするように。二度とそんなことするな、クレア。もし君が一言も言わずに消えたりしたら、世界中をひっくり返して君を探し出し、僕のそばに閉じ込めてやる。もう二度とどこにも行かせないからな。私は目を閉じたまま動かなかった。3日後、たとえ彼が世界中をひっくり返したとしても、もう二度と私を見つけることはできないだろう。翌朝、トニーは早起きして手の込んだ朝食を作ってくれた。クレア、昨日は悪かった。怒らないでくれよ、ね。今になって罪悪感を感じているのか？私は彼が私を喜ばせようとするのを何も感じずに見ていた。そしてテーブルの上にすでに準備してあった小さな箱を手に取り、彼に渡した。怒ってないわ。これはあなたへのお返し。2日後に開けてね。それはガンビーノ家の紋章が刻まれた金貨で、妻から妻へと受け継がれる証だった。私はかつてそこに自分の名前を刻んだ。彼の浮気を知った日、私は自分の名前をきれいに削り取り、箱の中には金貨だけを残した。これが私が彼に残す最後のものになる。トニーはそれを受け取り、好奇心を見せた。なぜ2日後なんだ？何か特別な意味があるのか？私は微笑んだ。ええ。2日後に開けてこそ意味があるのよ。彼の目の中の期待が膨らんだ。サプライズだと思ったのだろう。わかった。待つよ。2日後に必ず開けると約束する。ちょうどその時、サーシャがコーヒーを持って入ってきた。彼女がテーブルに置くとき、制服の袖がずれ、彼女の手首には男性用の腕時計が現れた。それは私が去年のトニーの誕生日に送った時計だった。トニーは私の視線を追った。彼の表情は一瞬で変わり、目には恐慌と怒りが走った。彼は突然立ち上がり、サーシャの手首をつかむと、ほとんど引きずるようにして彼女をダイニングルームから連れ出した。クレア、一族の仕事で緊急の用事ができた。食事をしていてくれ。私が対処するから。私は2階のテラスに行き、庭全体が見渡せる場所に立った。トニーはサーシャの手首を強く握りしめ、彼女の体は泣いているように震えていた。しかし、トニーは彼女を押しのけ、怒りを抑えつけた顔をしていた。お前正気か。誰があれをつけろと言った？おとなしくするよう警告しただろう。もしクレアに何か気づかれたら、お前をこの世から消すぞ。サーシャはひるみ、さらに激しく涙を流した。彼女の手は震えながら、コートから書類を取り出した。来るべきじゃなかったのは分かってます。でも私は白血病だと診断されたんです。末期で。医者によると、あと巫女背も持たないかもしれないトニー。死ぬ前にもう少しあなたに会いたかっただけなんです。怖いの。死にたくない。私は息を飲んだ。サーシャが不治の病に？でも昨日は完璧に健康そうだったじゃないか。第4章。トニーが末期白血病という言葉を聞いた瞬間、明らかに凍りつくのが分かった。彼は彼女の手から診断書を奪い取った。読み終えると、彼の目の中の怒りは一瞬で衝撃、苦痛、後悔に溶けていった。
どうしてこうなった？いつから始まったんだ？泣くな。世界で最高の医者に連絡する。費用がいくらかかろうとお前を治してみせる。サーシャは泣きながら首を振り、そして力なく彼の腕の中に崩れ落ちた。無駄です。医者はもう手の施しようがないと言いました。トニー、治療はしたくない。ただあなたにそばにいてほしい。私の人生の最後を一緒に過ごして。お願いです。トニーの目が赤くなった。彼はサーシャを強く抱きしめ、声を詰まらせた。わかった。そばにいるよ。お前が何をしたいでも、私はそこにいる。サーシャは泣き止み、顔を上げて彼にキスした。トニーは彼女を拒まなかった。むしろ、彼女を引き寄せ、車内よりも激しく、必死にキスを返した。サーシャが息も絶え絶えになるまで、彼は話さなかった。彼が中に戻ろうとするのを見て、私はすぐに階下に行き、ダイニングテーブルに座り、最初からそこにいたようにミルクを飲んだ。その瞬間、私の心は複雑だった。その感情を名付けるのは難しかった。トニーが入ってきたとき、彼の表情はかつて見たことのないものだった。悲しみと後悔が顔全体に広がっていた。クレア、私は海外に行く必要がある。しばらく留守にするかもしれない。一族の重大な用事で私自身で処理しなければならない。留守中は自分を上着地にな。私はうなずいた。わかった。私がこの知らせを素直に受け入れたのを見て、彼は安心した。彼は急いで荷造りをして去っていった。私は彼の姿が消えるのを見届け、そしてカレンダーを見た。多分、これが彼に会う最後になるだろう。その午後、私はサーシャからマルチメディアメッセージを受け取った。それは病衣を着た彼女がベッドに横たわっている様子だった。トニーは傍らに座り、彼女の手を握り、眼差しは優しさで満ちていた。クレア、見た？私が病気のふりをするだけで、トニーは私のために命さえも捧げようとしたのよ。それに、私、妊娠しているの。診断が間違いだったと伝えれば、彼はきっと大喜びするわ。あなたという飾り物の妻は、さっさと身を引くべきよ。邪魔をしないで。そうか、彼の出張とはただ他の女に付き合うためだった。ガンビーの家の後継者が、ここまで女に踊らされるとは滑稽だ。幸い、私は子供がいない。それは何の縛りもなく、きれいにされることを意味した。その後2日間、トニーから電話もメッセージもなかった。私はその時間を使って、私のものをすべて別荘から運び出し、小さなスーツケース一つだけを残した。出発する日、夜明けとともにカーティスが外で待っていた。車が高速道路に入ったとき、ラジオから朝のニュースが流れた。市内で最も勢力の大きい2つのマフィア一家、リゾ一家とガンビーノ一家が昨夜激しく衝突し、双方に多数の死傷者が出ています。リゾ一家の組長は現場で死亡しました。私は胸が締め付けられる思いだった。リゾ一家はサーシャがナイトクラブにいた頃、彼女が仕えていた一家だ。ちょうどその時、またサーシャからメッセージが届いた。今度は動画だった。トニーは血まみれだったが、彼女に微笑みかけている。サーシャ、お前はリゾ一家がお前にしたことを恨んでいただろう？俺がみんな始末した。もう二度とお前を傷つける者はいない。これは俺からお前への最初の贈り物だ。そしてもう一つのメッセージが続いた。見た、クレア？私のためなら彼は戦争まで起こすのよ。あなたはどうなの？私に比べて何があるっていうの？ああ、それと彼はもう私にプロポーズしたわ。今日、郊外のセークリッドハート教会で結婚式を挙げるの。彼は私が彼の真実の愛だと全世界に知らしめたいと言っているのよ。
今回は返事をした。おめでとう。末永くお幸せに。そしてSIMカードを取り出し、2つに折り、窓の外に投げた。予定通りに進めて、カーティスと前方の席の彼に伝えた。同時刻、セークリッドハート教会では、結婚行進曲が流れ、ウェディングドレスを着たサーシャがトニーの腕を組んで祭壇に向かって歩いていた。彼女の顔は得意げに輝いていた。ちょうど牧師が聖書を手に誓いの言葉を始めようとしたとき、式典用の大型ディスプレイがちらつき、速報ニュースに割り込まれた。速報です。10分前、女性がクロスシー橋から飛び降りました。現在容体は不明です。一時身元確認により、ガンビーノ家後継者であるトニー・ガンビーノ氏の妻、クレア・ベガさんであることが確認されました。レポーターの冷静な声が教会内に響き渡り、トニーの顔から一瞬で血の気が引いた。彼の手からダイヤの指輪が滑り落ち、冷たい大理石の床に鋭い音を立てて跳ね、転がっていった。